こんにちは、バーケンです。400km 離れた家と土地を相続して夫婦で片付けています。前回の続きです。テレビを運ぶところから再開します。映像に映っているのは私の妻で、私は編集しながらセリフを喋っています。この瓶には自家製梅干しが入っています。重たいですし、こぼすと大変です。瓶の中はこんな感じになっています。妻がこの瓶の蓋を開けるのは2回目。10年以上熟成され、熟々になったスーパー梅干しに、思わず妻の右手が震えています。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。このクリーム色の容器にも梅干しが入っています。ちょっとまずいかも。読み込み中です。しばらくお待ちください。妻、考える時間が長すぎですが、たった一人で膨大なゴミを片付けていて、頭が回らなくなっているに違いありません。私と妻はいつも共に行動している運命共同体ですが、今回は私がユンボで畑を整地中です。妻はその間、畑ではできる仕事がなかったので、仕方なく実家の片付けをしてもらっています。ここからはひたすら運びます。父の持ち物、何でも無駄に多いですが、布団が多いです。石川県の家を片付けた時も、そこでも布団が多く、他には茶碗、テレビ、ストーブ、梅干し、どこの家でも結局同じものが多いです。父は物を捨てるのが嫌いです。いわゆる溜め込み症です。私はこの言葉を相続してから初めて知った言葉でした。母親が5年前に亡くなっていますが、母親のものを一切片付けず、そのままになっています。少しは片付けてくれればいいのですが、そんな概念父にはありません。バーケン動画に時々出演、ポーチュギーズウォータードッグのファドくんです。もらい物です。前の飼い主から受け継いだ名前、ファドくんです。ダメ。ここ中入っとって、ここにはなくダメ。どこでも行かない。ね。ワンって言ったらいかん。入って、ここ入っとって。どこでも行かんといて。重い自分で。ダメよ、ワンって言ったら。机が重たそうです。女性が一人で何時間も荷物を運びっぱなし。ブラックな相続です。この掛け軸は偽物です。父が亡くなってしばらくしてから、父の友人だと名乗る人が来て、まるで追いはぎのように家のものを持ち去りました。その時に、あ、これは偽物だと言って残していったのがこの掛け軸です。父は骨董品を集めるのが趣味というわけではなく、むしろ骨董品収集家を装っているだけでした。ほとんどの品物はただ同然でもらったものでした。
この介護用のベッド、人間が2人いれば簡単に運べますし、男性1人でも運べるのですが、女性1人で大変です。早送りしますが、随分時間がかかっています。女性1人にこんな仕事をさせてはいけませんね。ワンちゃんお利口です。自分の家以外でも人の家の中でもおしっこはしないんです。画面の奥、隣の家には猫がいます。ワンちゃんお利口なんですが、猫や犬が近くにいるとどこかに行ってしまいそうなので、妻が見ています。繋いだままにすると、離せこらワンワンと言うし、自由にさせるとうろうろして邪魔です。このシーンの映像はこれで終わりです。荷物を運んだ先の倉庫はこんな状況です。妻が丸2日かけて運びました。ゴミ清掃センターは車で5分ほど、恵まれた環境ですが、平日休みがなかなか取れないので、父の友人が魔法で片付けてくれることを期待しています。妻のゴミ運搬映像はもうちょっとありますので、よかったらまた見てください。最後まで見てくれてあんやとう。